はい、こんにちは。今回なんですけれども、ジャブラの完全ワイヤレスイヤホンですね、2021年モデルのものに、ついにですね、アップデートでマルチポイントが入ったということで、こちらの紹介をしていきたいと思います。というのも、ジャブラの完全ワイヤレスイヤホンっていうのは、かゆいところに手が届く機能性とかですね、カスタマイズ性なんかがあったりして、2020年モデルのジャブラエリート 85T とか、2019年モデルのエリート 75T ですね。この辺にはマルチポイントと呼ばれる複数台に同時接続して鳴った方からですね、音が出るというものがありまして、例えば iPad でですね、動画を視聴していて、スマホの方に着信があった時に、いちいちイヤホンを外して電話出なきゃいけないとか、Bluetooth の接続を切り替えなきゃいけないとか、そういうのがなく、電話を受けることができるという機能が入っていて、完全ワイヤレスイヤホンの中だと、最近だと少しずつ増えてきましたけども、このマルチポイントという機能は、あまり搭載されている機種がなくて、結構貴重だったんですけども、昨年発売されたこちらのですね、エリート7 Pro とか、エリート7アクティブなんかには、マルチポイントに対応してないっていうことで、残念だなと思う部分の一つとなっていたんですけども、今回ですね、ついにアップデートされたということになっています。リリースノートを見ると、1月27日にリリースされたということになっていまして、一番上にですね、マルチポイントサポートと書かれているということになっています。その他にも細かいアップデートが入っていて、パフォーマンスの向上なんかが入っているようなんですけども、今回ですね、大きな目玉はこのマルチポイントだと思うので、こちらご紹介していきたいと思います。今回はですね、実際にイヤホンをアップデートしてみてですね、マルチポイントを使っていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。それではですね、やっていくんですけども、まずは、今回ですね、マルチポイントが入った機種についてご紹介していくんですけども、これまでですね、マルチポイントが入ってなかった最近の機種っていうと、こちらの4つになっていまして、左上からエリート7 Pro、エリート7アクティブ、エリート3、エリート4アクティブとですね、この4機種がマルチポイントが入っていなくて、今回のアップデートでどれくらいマルチポイントが入るんかなと、気にはなっていたんですけども、こちらの上位2機種、エリート7 Pro とエリート7アクティブ、この2つにだけマルチポイントがサポートされたということで、残念ながら下位機種のエリート3とか、直近発売されたエリート4アクティブですね。こちらにはマルチポイントは入らなかったということになっています。この辺にも対応してくれたら嬉しかったんですけども、やっぱり上位モデルにマルチポイントは搭載して、その辺差別化図っているという感じですかね。今後ですね、こっちの下位機種にもマルチポイントを対応されたら嬉しいんですけども、今回は入らなかったという感じになっています。はい、それでは実際にアップデートをしていきたいと思います。もうすでにこちらのエリート7 Pro の方は昨日のうちにもうアップデートしていて、もう使ってるんですけども、このエリート7アクティブの方はアップデートしてなかったので、こちらをですね、実際にアップデートしていきたいと思います。今こちら開いているのが、サウンドプラスというスマホアプリなんですけども、こちらを開くとですね、アップデートがあるとこの歯車マークの右上に下矢印がついていて、こちらからですね、アップデートすることができます。こちらですね、ファームウェアアップデートが使用可能となっていますので、こちらをタッチします。するとこんな感じで更新が来てますので、更新していきたいと思います。ちなみに、アップデートが必要な理由というのを押すと、こんな感じですね。リリースノート見えてますね。マルチポイントサポートと、この一番上に書かれているということで、こちらをやっていきます。どのくらいアップデートの時間かかるか見ていきたいと思います。ダウンローディングアップデートって書いてあるので、データダウンロードしてるんですけども、こちらは皆さんがですね、お使いの Wi-Fi だったりとか 4G、5G のスピードによってかかる時間は違うと思いますけども、私は今自宅の Wi-Fi につないでダウンロードしています。こちらもやっぱりですね、結構大きいアップデートだからか、ダウンロードするだけで結構時間かかったんですよね。で、このアップデートをするには、こちら開いているサウンドプラスというアプリが 5.4 もしくはそれ以降のですね、ものが必要ということですので、今のアップデートが出てこないという方は、まずこのサウンドプラスのアップデートをしてから作業をしてみてください。はい、ダウンロードができるとこのような感じの画面になります。で、ライセンスとかですね、同意するかしないかっていうのを見ていただいて、同意するをしていただくことになります。そしたらこの辺英語なんですけども、イヤホンをケースの中にしまってくださいねということになっていますので、ケースにしまいます。アップデートが始まるとこんな感じでですね、紫の点滅になりまして、これが点滅が終わるとアップデート完了ということになります。ここからがですね、また長いので、このままですね、待ちたいと思います。はい、ということで、やっとですね、アップデートが終わりました。こちらのですね、LED のランプが消えまして、これでアップデート完了です。
今の時刻が12時51分ということで、最初にですね、ダウンロードを始めてから27分ぐらいですかね、かかりましたね。最初のデータのダウンロードが3、4分で、そこから23、4分ぐらいかかってアップデートが完了しました。結構長かったですね。ということで、もう一回イヤホンを取り出して接続していきたいと思います。もう一回サウンドプラスアプリに接続するとアップデート済みと出ますね。そして、ファームウェアのアップデートから見ると、ファームウェアのバージョンが 2.0.0 ということで、このアップデート前は 1.5.0 だったと思うんですけども、ちゃんとですね、2.0 にアップデートされています。はい。現在は Bluetooth の画面を見ると、Android のスマホの方に接続されているんですけども、iPad 側はまだ接続されていないということで、マルチポイントがしっかりと有効になっていれば、こちらのですね、iPad でも接続済みになって、どちらも繋がっている状態になると思いますので、実際に接続していきたいと思います。はい。すると、こちらですね、Elite 7 Active がこちらも接続済みになって、Android も接続済みのままという感じになっています。はい。それではですね、私の YouTube チャンネルを再生してですね、ちゃんと両方からですね、音が流れるかっていうのを見ていきたいと思います。まずはスマホ側から音を流します。すると、もちろんスマホ側の音声が流れていまして、しっかりと聞こえています。で、この状態で、一回スマホ側の再生を止めて、iPad 側の音を再生するとこんな感じでしっかりとですね iPad 側の音が聞こえるということになります。ただこの Jabra のマルチポイントは iPad 側の音を流したまんまスマホ側のですね YouTube を再生しようとするとこんな感じで一回止まっちゃって後取りをできないような仕様になっているので一回再生している方を止めてからこっち側を流すとしっかりと音が流れるという感じになっています。しっかりとマルチポイントが機能しているというのが分かりました。少しですね、注意点はですね、音をですね、再生するデバイスを切り替えた時の挙動なんですけども、こちらがですね、ちょっと気になりまして、昨日ですね、Elite 7 Pro の方もアップデートしたっていう話を先ほどしたんですけども、それとですね、同じように今回の Elite 7 Active もやっぱりそうだったんですが、最初スマホを再生していて、iPad を再生とやった時にですね、若干ですね、音が出るのが、最初に右だけ音が出て、若干ラグがあってから左も音が出るみたいな、そんな感じの動きになっていて、これはちょっと謎だなと思いましたけども、そんな感じになります。ラグといってもそんなにめちゃくちゃ大きいラグではなくて、1秒2秒ぐらいのラグがあってから左も聞こえ出すという感じになっていますので、そんなにですね、マイナスっていう感じではないんですけども、若干気になったなというのがありました。最初右だけ聞こえ出して、あれ左聞こえないけど大丈夫かなと思ってたら、1秒2秒経つと左も聞こえ出すというような感じでした。しっかりとマルチポイントが使えているなというのが分かりましたね。はい、ということで今回は Jabra の Elite 7 Pro と Elite 7 Active の大型アップデートが入りまして、マルチポイントに対応したというご紹介となりました。結構エリート 85T とか 75T を使っていたんだけどもマルチポイントが入らなかったからこの新しいイヤホンに乗り換えなかったっていう方もですねいらっしゃるかもしれないんですけどもこれでですね1個デメリットというかちょっと気になっていた部分が潰せたのでとても良かったんじゃないかなと思います。やっぱりこの辺のですね大型アップデートを入れてくるってところが Jabra の素晴らしいところかなと思っています。このですねマルチポイント機能に対応してきたのが Elite 7 Pro と Elite 7 Active という2021年に発売された上位モデルのみということになりましたので下位モデルのですね Elite 4 Active とか Elite 3がマルチポイントに対応したら買いたかったと思っていた方にとってはちょっと残念だったかもしれないんですけども上位モデルがですねさらにパワーアップしたということでさらにですね評価が上がってくるんじゃないかなと思います。やっぱり Jabra は通話品質に定評がありますのでマルチポイントも通話に関連する機能の一つと言ってもいいと思いますのでさらに通話性能について良かったポイントなんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上となります。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやっていましてブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。